4月6日土曜日のもうすぐ11時なので、そろそろ家を出るんですけど、昨日明日の座席が出まして、見えますか？アリーナ T8 ブロック、アリーナってアリーナ、事故とかに遭わないように気をつけて、今日は人権はないんですけど、視聴者さん、フォロワーさんに、会うために、あとなんか抽選とかいろいろ、なんかラントレのあれとかいろいろ、くじとかいろいろ、もしかしたらお見送り会とか見送りは当たる可能性は残されてるので、それだけやりに行こうかなと思います。では、行ってきます。レバー横にしてからこうに入れます。はい、ここに。あ、でも私これ1個だけ買ってリノが出てたんで味噌で並べますね。あ、これだ。あ、本当だ、ハンダロックンロール。これも、あ、私これも保存用ですね。保存します。ヒョウ柄だ。めっちゃ湧き出てる。めっちゃ入ってる。あ、これあれだ、あれのやつだ。一番助かるってなって、かわいい。これやだ。これはなんだ、リランだ。拳だ。持ってますけど保存用で、多分3枚目とかでいただけます。足長い。使い道がわからないものです。なんだこれは。何これ。まあでも全然スマホの裏には入りますね。ありがとうございます。このお礼は必ず。仲間ちょっとでもだいぶサイズ近いから、ありがとうございます。はい、もう、今日土曜日帰ってきて、やばい、もう2時半だ。気づいたら2時半だ。ですね、唯一見てないものがあって、あれですね、ステッカーですね。ちょっと一番最初だけ見えてるんですけど、ギノさん、多分年齢順、寝なきゃいけないけど、明日の席がやばくて、D8 ブロック2列目っていうのが、センターステージのど真ん中真ん前で2列目だから、やばいんですよ。多分。それはそうさ、今日がお前の命日っていう感じ。リノ、バンちゃん、かわいい。いいなぁ。これも2種類あるんでしたっけ、メンバーごとに。何これ、食べ物？アメちゃんドーナツ？わかんないけど可愛いですね。唇が可愛いですね。すんみる。一瞬なんか、それなんか毛糸みたいなの食べようとしてるのかと思ったら、これもよく見たらグミ。スンミンとグンミン。可愛い。お菓子シリーズなんだ。可愛すぎる。そんな、いいです。ペリちゃんが全部食べてください。よろしくお願いします。可愛い。可愛いね、君。これで遊ぶの。そっか。お菓子シリーズゾーンだ。やばい。いけるんですか？私、お菓子シリーズゾーンいけるんですか？可愛い。おひげにしようとしてる。可愛いですね。ちょっとこれで首とか縛ってくるかもしれない。メガネバンちゃん助かる。何これ、食べっ子動物？ドゲンダークバンちゃん。全種語あるんだ。かわいい。うわー、助かりますね。ここの電車の連結、非常に助かります。ありがとうございます。ここの3両編成。ここの3両編成もかわいい。かわいい。S 字の土線。
ケミ、そう、ケミもいらっしゃるんですね。あ、これ結構ステッカー種類多いのか。よりみにマジで今回の写真全部なんか、イチャついてるじゃん。どうしたのもう。マウント取ってないとやってられないんかな。かわいい。かわいい。何これ何風船かわいい。ギュって困ってるか。かわいすぎる。ポチャクス。ポチャクス。土産ポチャクス。二人ともどういう姿勢どういう体勢ちょっとわかんないですけど、かわいいですね。ありがとうございます。離婚気球は何この顔。大丈夫そう。なんかすごい、ムンってしてるからちょっと気になっちゃった。ありがとうございます。助かりました、非常に。もう早く寝ないといけないので、寝ます。ちょっと今日思い知ったんですけど、結構時間がない。その日限定のやつっていうか、その開演時間までにやらないといけないやつとか、その、ファンクラブ口もそうだし、Spotify のなんかやつとかやらないといけないから、結構時間に余裕を持って明日はやっぱりちょっと早めに今日よりは行こうっていうことで、寝ます。でも十分な睡眠はとりたいです。よろしくお願いします。おやすみなさい。黒い。リノだ。リノだ、かわいい。家な、かわいい。でもこれ持ってるや。なんかちゃん便利。かわいい。でもこれ通販で出た。かわいいけど。色みたいになってるやつ。ワンちゃんだ。いけるだけ。なんか信じられないよね。いつもコメント欄にこうやっている人たちと昨日、一昨日と会ってたと思うと、今回私はもう多分今後これ以上ないであろう座席だったので、ちょっともう本当になんか必死だったんですよ。瞬間を絶対に無限にしてはいけないなという気持ちで、だから余計なんか逆になんか集中できなくて、絶対にもう覚えとかなきゃと思って必死だったから、なんか素直な気持ちで楽しめなかったところは正直あるんですけど、まあでも全然良かったです。TwitterX を見ていただいた方はご存知だと思うんですけど、てか私と実際に会った人はご存知だと思うんですけど、センターステージの真正面のなんか最前列で怖かったよね。絶対に後ろから刺されると思ったよね。一個物申したいのが、いやこんな上席に通されておいて、
何の文句があるんだっていう話なんですけど、じゃあ皆さん座ってくださいって座るじゃないですか。我々座って、スケズのみんなはそのセンステじゃなくてそのメインのとこにいるから、もう何も見えないんですよね。我々座るとそのセンターステージによってそのメインステージがほぼ隠されるから何も見えないんですよ。だからみんな喋ってたりなんかゲームしてる間ずっともうスクリーンの情報しかなくて、アリーナって一長一短だなと思って、初日は座るアナウンスなかったんです。そうなんですか？そうなんですか？でもセンステの位置高かったですよね。そう、だから本当に何も見えなくて、スケチューさんなんか毛ついてない？犬の毛か？みんながさ、センターステージまで来てくれた時はめちゃめちゃ神席だけど、メインステージでなんかおとなしく喋ってる時、本当に何も見えないから、全然足腰には優しかったんですけど、あとあれも一個だけ心残りで、昨日なんか Spotify のところもうお昼過ぎぐらいでもう打ち切りになってたから、土曜日はできたんですけど日曜日ができずじまいだったんで、あれだけちょっと心残り。めっちゃ混んでたから仕方ないんですけどね。だから Spotify やれてない人結構多いんじゃないのかっていう説があって、センターステージの高さはもうスタンディング前提で作られてたのかな。どうなんでしょうか。舞台設計した人いかがなんでしょうか。Spotify 全然ダメでした。並べもしなかったです。ですよね。あれ多分マジで午前中に来て最初に Spotify 目指してた人しか無理だった気がする。わかんないけど Spotify は完全に諦めてました。なんか改善の余地がありますよね。でもあれってベルーナでもやるんでしょきっと。だから多分ベルーナの時はなんとかなってるんじゃないですか。わかんないですけど、一回お茶飲みますね。人間なので。水分取ってる。見ろよ、あいつ水分取ってるぜ。昨日一昨日お会いした人は私が人間だということが分かったんじゃないですか。スポは何かもらえるのかしら。なんか QR 読み込んでスキズの今度なんか配信の新曲の Spotify 上での予約画面と Spotify でスキズフォローしてます画面を見せたらなんかコインみたいなのがもらえて、そのコインで本当に物理的なガチャガチャ回したらカプセルがあってなんか何が出るかなみたいな。でも大体外れだと思います。私も普通に外れたんで、なんかアメちゃんとあとステッカーなんかメンバー別でなんか選曲したここに QR コードが今隠してるんですけど、メンバー別でなんか曲選んでくれてるやつが聴けるみたいです。でも私一回だけやって家に弾けたのが本当にありがとうございました。お見送り会当たりましたか？いやさすがに無理でしたね。そこまではアリーナでセンターステージの最善取ってお見送り会まで当てたらさ、どういうことなのってなるから、さすがにそこは公平だった。地引きすごいですね。地引きの神さすがです握手してほしいオラに力を。元気玉京セラドームで僕と握手。スケチュー出演しなかったね。でもまだわかんないですよ。ベルナドームだと出てくるかもしれないですよ。最終日だけ特別出演とかみたいな。スケチューのイベントをお待ちしております。昨日ですね、皆様のおかげでね、非常に楽しく夜までご飯食べたりとかさせていただいてたんですけど、その結果なんか気づいたらちょっと終電ギリギリになってて、でなんかやばいと思って、ちょっと終電だから帰りますみたいな感じで帰って、で終電間に合ったわって思ったんですけど、なんか途中でもうなんか疲れてたから乗り換えを間違えて、結局その最終的な終電何回か乗り換えるから最終的な終電には間に合わなくて、一番最後にたどり着けた駅から1時間以上かけて家まで歩いたっていうこれもきっとアリーナ最前列を取ったことの反動なのかなと思って、だから昨日なんかね、深夜1時とか2時に本当に人気のないところをずっと歩いて、でなんか私すごいビビりだから怖かったから、もうスキズの曲も本当に誰もいないからスキズの曲かけてもう自分で歌いながら帰ってたんですけど、辛かったね。もう二度とこんなことするかって思ったもんね。それは本当かい？ささえ歌いながら帰る、そっちの方が怖い。確かに時もし私に出くわした一般通行者がいたらきっと怖かったかもしれない。全然いなかったんですけど、とりあえずなんか曲かけて歌って、でスマホのライトをつけとけば怪しい人も来ないかなと思って
でもむしろ私が怪しい人になってた可能性があるよね。私はお見送り会に当選した結果、終電でも家までたどり着けないっていう夢トレを毎日してます。ありましたね。全然私にそれ起きたんで、起きると思います。そう、あともう一個悲しかったのが、ファンクラブくじ、土日とも上限まで引いたんですよ。15回。土曜日は15個中2個、キーホルダー、D 賞出たんですけど、なんか2日目15個引いて全部参加賞で、ちょっと怖かったですね。慈悲がなかったですね。ファンクラブくじ参加賞、頭が。私だけじゃなくてトロロイモさんもだから、きっと他にもみんな上限までやって全然キーホルダーすら当たらなかった人いるんだろうなと思ったらかわいそう。私も10枚引いて全部参加賞でした。救済措置が欲しくて、その10枚のロットに必ず1枚 D 賞が入ってるっていう救済措置がないっていうのが分かったのが怖すぎて、どんぶりさん前に当ててませんでした。お見送り。そう、ドームツアーの時は当ててました。でもあれはその200名とかで、多分今回ほんと2桁とかですよね。何をしたらお見送りは当たるんでしょう。裏山何したらいいんだろう。当日券で人権を獲得して、急遽東京に行って CD を5枚買えば当たる可能性があります。いつもくじ購入するとき、笑顔が可愛いお姉さんの列に並びます。当たりそうな気がするが私あんまりその辺気にしてなかったな。なんか端っこに行きがち。角台。パチンコ屋さんとかに行かない人は分かんないと思いますけど、なんかパチンコとかパチスロって角の台が当たるっていうあれがあるんですね。だから端っこの人を狙って、並んでたんですけど、土日とも全然ダメでしたね。箱積む時代は角席当たりやすくしてましたよね今はあんまり角席当たりやすいとかないのかな。やっぱ笑顔が可愛いお姉さんに並ぶべきなのかな。ヒョンジンのなんかスタイルがいいみたいなお話をしてくれてたから、私現地でセンステ来た時ヒョンジン結構見てたんですけど、マジでなんかね、何してても絵になるよね。本当になんか水飲んでるだけでなんか絵力がすごくて、ヒョンジンは骨格が神なんだ。それなんかひしひしと感じたって。マジでスタイルがいい。本当にスタイルがいい。長い。体が長い。寿命縮んだけ伸びたのかと。どっちなんだこれ。でも両方かも。縮むパワーと伸びるパワーでなんかプラマイゼロぐらいかもしれない。隣の人に話しかけてたっていう話聞いて、私も隣の人が一人だったらちょっと話しかけてみようかなと思って日曜日行ったんですよ。私の左隣の人は2人で来てらっしゃって、でも右隣の人が結構多分一人っぽかったんで話しかけてみたら、見るからにリノペンの人で、もうなんかカバンの中リービットだらけで、うちわもリービットだし、でリノペンなんですかって聞いて、でなんかちょっと話してて、私リノと同い年なんですけどみたいな話して、で私家にが好きでって言ったら、なんかその人は逆に家にが同い年らしくて、なんか逆ですねみたいな話しながら、あれで割となんかちょっと和らいだかも、緊張感は。隣のピリペンの人に優しく声かけてもらえて安心しました。よかった。いや、私もなんかそんなに普段なんかぼっち参戦だからって隣の人に話しかける派じゃないんですけど、さすがに今回は座席がやばかったんで、その気持ちはその隣の人もきっと持ってるから、なんか席やばくないですかみたいな。なんか2列目って書いてあるから2列目だと思ってたら1列目がなかったみたいな話をしてて、ずっとビビって話しかけられないでもどうだ、なんか見た目がめっちゃギャルだったらちょっと私一泊置いてたかも。隣の子普通になんかパッと見なんか学生さんっぽい感じだったんで、でも家に同い年とかなんか今年から働き始めてる人だったんですけど、あと私が話しかけてないその2人組で来てた隣の人がすごいピリペンの男の人で、なんかピリがセンステで近くに来るたびにピリピリって叫んでておもろってなって、でもピリちゃん全然なんか気づいてなかったからこの距離でもダメなんだって思ってちょっとかわいそうだったけど、ピリガン無視いやでもピリちゃんそんなわざと無視はしないと思うから、マジで気づいてなかっただけだと思うんだけど、でも隣のそのピリペンの人、あれクリスマスのブランケットを必死にアピールしてずっとピリピリって叫んでたのに、ピリちゃんニコニコしながらなんか全然別の方向見てるから、私からしたらその状況めっちゃ面白かったんですけど、っていうかそう今ちょっと見ちゃって大丈夫ですかね。そうなんかこれをねいただいたんですよ。私まだ見てなくて、イエンさんがいた動物のやつだ。かわいい。
今見たらめっちゃなんか赤ちゃんみたいだね。なんか前はかっこいいなって思った時、今見たらめっちゃなんか赤ちゃんみたいな。登場のサプライズスポしてるの最悪だな。やめてあげて。わかんないよ、どうやって登場するかまだ。みんなで予想しよう。スキズが今回のペンミどうやって出てくるのか。スキズきっと空からパラシュート。あ、パラシュートだったかも。あ、でもなんかジェットコースターもあったかも。スキズってパラシュート OK なんですか？大丈夫なんですか？パラシュート NG とかないんですか？空から来たら完全な天使になる。見てみたいな。イーフィリックスさんに翼生やしていただいて、こうワイヤーとかでこう釣っていただいて、一回天使コンセプトで全員登場してほしい。もう全員、もうピリちゃんだけじゃなくて、全員生やすか。リノさんだけ打天使でお願いします。いいですね。まあ、とりあえず最初天使でいてもらって、ちょっとそっからちょっと落ちてもらって、で、なんか悪魔とかになってもらって、みたいな感じですよね。ヒョンジンも打天使ください。ヒョンジンね。ヒョンジンも打天使似合うな。日本のスタッフに2000年代のオタクがいるかもって話しましたね。そう。今回、アイエン見てて、本当になんか2000年代初頭の作画にしか見えなくて、作画なんかキャラデザ、衣装と髪型がもう本当に、なんか2004年ぐらいの作品みたいな感じ。チャニいつも袖ちぎられてません？なんか、そうなんですよね。袖もないし、丈も足りてないし、一体どういうことなんでしょうか。採寸間違えてんのかな？いつも布がないでおなじみ。いつも布がないでおなじみのバンちゃんさん、鎖で巻いときましょう。とりあえずハンジソン巻いといて。とりあえず困ったらハンジソン鎖で巻いといて。私なんか今回のペンミでめっちゃ思ったけど、なんかオタクにとって大体その時ハマってるジャンルって結構宗教だけど、私はなんか昨日ペンミ見てなんかマジで宗教だなって思った。強い宗教を感じました。さっき言ってたなんかその私の隣にいたピリペンのなんかちょっと陽キャっぽいお兄さんが、ピリ顔面がアップになったり、なんかピリがなんかするたびにえぐいって言ってるのがめっちゃ面白かった。なんかすごい陽キャの反応だって思って。てかさっきインスタめっちゃ更新してるって話したけど、なんかその前にちょっと前にピリちゃんが更新してたやつ見て、なんか今この写真あげるんだって思ったら一番最後でポチャクズ出してきたから、もうなんか完全にマウント取られたよね。なんかとどめさせに来てるよね。分かってやってるよね。写真の順番にマウント感じたよね。リノがアリランでイチャイチャしながら、違う場面ではチャンビンを落としに来てる感じがしてる。やりたい放題か。リノさん見境がないな。ミソ並んでポチャクズ並んで固まってるから、私の好きなケミ固まってるから、割となんか双眼鏡の構えやすさはありましたね。ドームツアーの時もそうだったんですけど、もう固まってくれてるから本当にありがたくて。一番前の代償の話をするんですけど、マジでライトが眩しい。目何回かやられたかと思ったもん。眩しいってなって、いつか亀石の代償を払ってみたいです。亀石の代償。なんか新曲タイトルみたい。亀石の代償。一曲書くか。亀座石発表された時どうでした？発表された時まだ気づいてなかったんで、アリーナだやばいっていうことしか分かってなかったんで、あれ気づいたのいつだっけ？なんか、座席予想してる人の画像を見て、やばいかもってなって、で、土曜日ちゃんと中入って座席表取った人の画像を見て、確実にやばいってなってそこで気づいて、でもまあ2列目だからって思ってたら、当日入ったらまさかの1列目なくて2列目スタートで完全にやばかったっていう、なんか徐々に気づいていったんで、一番最初から亀石だっていう感じじゃなかったんで、もう話したと思うけど、ロンフリさん亀石どうだった？なんか番組を見てるみたいな感覚だった。みんながセンターステージにいる時は、なんか私がなんか番組のなんかカメラマンとかなんか偉い人とかでなんか番組の収録見守ってるみたいな、一番前だとそんなに他のお客さんも目に入ってこないから、なんか本当にそういう謎の感覚でしたね。怖かったよ。なんか立体感すごかったよね。いやまあそりゃそうなんだけど、実写だと思って、なんか 3D だと思って、なんか前後感があるなって思って、なんか結構スンミンが結構前に来て紙吹雪を射出してる瞬間にめっちゃそれ思って、なんかすごいこのスンミン立体感があると思って、めっちゃ声出すステイさんが結構ちらほらいるじゃないですか。私のちょっと後ろにいる人がステージ暗転するたびに「イリのサランヘー」って言ってて毎回言ってると思ってちょっと面白かった。家な黒髪に戻さないかな。戻してほしさもあるし、でもなんか今の色味パンとして一番美味しそうな色じゃないですか。こんがり焼けてる。
ヒョンジンは骨格の神だから何でも着て髪がどうなろうが関係ないんですね。神だからね。ヒョンジンは神だから髪どんな感じでも似合うってね。あ、もうダメだ。ダジャレを言ってないと生きていけない。そうそう、なんかやっぱ前髪問題、やっぱメンバーによってあるよね。前髪あり派、前髪なし派、ちょっとシースルー派みたいな。清瀬ら2日目さ、すごいエアフラしてたじゃん。一番最後の方で。なんか最後挨拶するとき、みんなでほら、手つなぐじゃないですか。真ん中でエアフラが手つないで恋人つなぎアピールしてて、なんだこいつだって思いました。リノめっちゃ家にの尻触ってなかった？リノが家にの尻触ってたのと、ペリちゃんが家にの腕出してるとこ触ってたのは見ました。それだけは目撃しました。こうポチャクズフィルターがかかってるからかもしれないけど、やっぱイエンさん別にペリちゃんになんか腕触られても逃げないんですよね。なんかずっとニコニコしてるんですよね。だから私はポチャクズが好きなんですけど、でなんか私元からなんかヒョンジン喋り方赤ちゃんだなって思ってたけど、ペンミで生で見てて確信に変わりました。ヒョンジン喋り方赤ちゃんです。ヒョンジンのイエンちゃんって呼んでるの可愛かった。やっぱそこにね、もう捨てがたくて、私これだけポチャクズ言ってたけど、そこにも捨てがたくて、あれも可愛かったね。なんかだいぶ遡るけどさ、家にのありがとうヒョンジンちゃん。もうあそこもう本当に何回も擦り切れるほどリピートしたから。あ、それ可愛いよね。可愛いよね。私はリノがハン君とかヒョンジン君っていうの大好きです。リノのヒョンジン君頑張っても好き。なんか女子マネージャーみたいで可愛かった。ポガリ。すいません。ポガリが転がるノルマ出てしまいました。ポガリ転がるノルマ達成してしまいました。ペンミでおやすみん聞きたかったな。ベルーナでやってくれないかな。おやすみん。おやじょぎん。1週間経って夢でも見たんかなって感じになってる。わかりますね。なんか全て幻覚だった。ぽよんぽよんしながら滑り降りてきて激カバでしたんで、そうなんか降りてきてなんかすっごいギュってなんかすごい寄ってるから可愛いなと思って。てか一番最初がバタフライなのがバタフライズ複数形バタフライズなのが非常に良かった。なんか平和を感じたよね。滑り台で2人ずつ降りてきたのを見た時は可愛すぎて声が出ました。もうなんかさ、ずっとなんかはぁって言ってた気がする。一番最初の話からすると入場するじゃん。ステージがあるエリアに入るじゃん。マジなんかユニバのさ、任天堂ワールドに初めて入った時の感覚に似てた。本当にああやってこうお金をかけてくれて本当にありがとうございます。なんか本国のペンミのセットも結構すごかったけど、日本のやつもめっちゃ良かった。でっかい手がこうなんかあったし、なんかでっかい手動いてたし。土曜日とセトリ一部違ってた聞いたけど、何が違ったんだろう。違ったんですか？イエナさんのゆるふわパーマ見ましたか？見ました。全然見ました。動画だけ見ました。ASEA の。なんかどんどんお出ししてくるじゃん。髪の毛色素薄くなったって思ったらなんか、急になんかめっちゃ襟足も伸ばしてきて、でなんかふわふわになってきて、なんかどんどんお出ししてくるじゃん。なんかわんこそば状態みたいな。カラオケしか覚えてない。もうカラオケは良かったですね。なんか言われるまで気づかなかったけどさ、4人で多分土日で分かれてたんでしょ。ね、日曜日が家長歌う方で本当に良かったです。本当にありがとうございました。でも私、一般的に広く知られてる曲を逆に知らないから、家根が歌ってた曲も知らなくて、4人が歌ってたやつだと、ばっちゃんのやつはまあ知ってたんですけど、リサさんのね。ピリちゃんが歌ってたやつ、関電ヨネズダメだ、なんかヨネズのことヨネズって言っちゃう。ヨネズさんの。あれが、ドラマミュー404でなんか友達が好きだから私、友達に半ば強制的になんか鑑賞会みたいなので見てて知ってたから、これはわかると思って。ちょっとテンション上がってたんですけど、血統員をせっかく翻訳さんが小汚いワンちゃんって訳してくれたのに、リノさんが犬のうんちって言い直しての面白かったでわかる。よかった、あそこ。よかった、犬のうんちよかったよ、非常に。オープニング演奏のジソンが激可愛かったですね。オープニング演奏ね、研究者みたいなやつ。研究者の口になんか唇ピアスついててびっくりしちゃった。途中流れた映像に食い気味でソチャンビンコールしたの楽しかったな。俺様の名前は
スチャンビンって言ったら、あとワンテンポ後だったよね、あれ。ごめん、チャンビン。ポガリちゃん、スンちゃんに唐揚げって言われてたし、めっちゃ煽られてました。ピリちゃんが、守ってて可愛かった。いじめないでください。でもズーがさ、S クラスやってたじゃん。あれは一緒だったのかな。私あれ、非常に嬉しかったんですけど。でも私はソチャンビンの香水聞いたので、スンちゃん聞きたかった。ソチャンビン香水歌ってたんだ。香水ってあれだよね、ドルチェ&ガッパーナのやつ。日曜日のチーム名教えてください。2組に分かれてたやつ。逆に土曜日知りたいんですけど、日曜日は完璧なアイドルチームと星の愛チームでした。土曜日のチーム名は豚肉で爆笑でした。豚肉コンチーム。チェンソーマンのコンのポーズ。コンチームと豚肉チーム。豚肉お願いします。そんなマグロご期待くださいみたいな。25歳を主張してくるスンミンさん好きでした。25歳スンミンです。言ってたね、挨拶の時に。でももう、そう、ソシャパーよかったね、私、ソシャパー聞けた。そう、アイテム。私、アイテム大好きなんです。私、アイテム大好き芸人なんですよ。マジで、アイテムカラオケに入れてください。よろしくお願いします。アイテムなんでカラオケ入ってないんですか？トップラインと、ごめんなさい。顔面強だ。なんかトップラインとか入ってるのにさ、なんでアイテム入ってないんだろう。ソシャパの時に結構がっつりセンターステージ使ってたから、私もうあの時が一番はーってなってた。先に言っとくと、別になんかそんな明確なファンサとか全然私もらってないんですよ。でもなんかよく言うけどさ、なんかその最前よりちょっと後ろの方が合いやすいなんか目線とか、多分それだったんだと思う。私だからみんなさ、安心してください。前列に行ったからといって明確なファンサがもらえるわけではありません。でもなんかそのソーシャルパスの時は本当に一番近かったから、なんかこれ多分ね、本当に私の幻覚だと思うんだけど、なんか家長なんかこっち見てる気がしたよね。多分見てないんだろうけど、なんか家長ずっとなんかニコニコしながらこっち見てる気がしたんだ。ソーシャルパスやってる時ずっと。豚肉チームの掛け声最高でしたね。お願いします。豚肉って言ったらお願いしますって返すの？何屋さん？私もアイテム大好き芸人です。最後家にがヒョンたちか着分けて前に出てくるところがちょわへよ。豚肉チーム不正したからスンミンが詐欺師って言ってた。不正したの？日曜日そんな不正とかなかったですよね。豚肉、チャンビン、ヒョンジン、ピリ、家に多分そうなんだ。日曜日は釣りのはずが風船で遊び始めてかなりケツでしたね。そう。コーナーもマジで真ん前でやってたから本当に幻覚かと思って、司会の古谷さんが幼稚園ですかみたいなツッコミ入れられてましたけど、マジでなんか目の前でさ、もうなんかみんながさ、なんか風船いっぱいあって、蹴って邪魔してみたいな、投げてみたいなことしてるから、しかも時さ、ほら、衣装がさ、ほら、ズーのリュック背負ってる時だったからさ、マジで幼稚園でしかなかったの。スケズー幼稚園実在してたわ。コンチームも釣りの時手でボール取ってたし。ハンド。コンチームはリノとバンちゃんが必死こいでこいでたのと、豚肉はヒョンジンがいっぱいボール投げてたのが見ました。ボールプール状態で可愛かったです。可愛かったね。風船釣りの時めちゃくちゃしすぎて、古谷さんずっと笑ってたね。古谷さん、セベワンの時も司会進行していらっしゃって、こんな短いスパンでお会いするとは思いませんでした。しかも横浜と大阪という離れた土地でありがとうございます。土曜日参戦したのですが、リノのシナモン愛嬌とプリンの表情してって言われた時のぶりっ子みたいな顔にやられました。そんなことしてたの？プリンの表情って何？リノ愛嬌炸裂してましたね。そうなんだ。見たかったな。ピリがシナモンの歌で全力で踊っているのは見ました。なんか言ってましたね。シナモンのやつやってたって。僕はシナモン、ウサギじゃないもん。男の子の子犬だもん。旗揚げゲームの時は家にがリノさんに負けたらキスするよって言われてて、アイランペンの私は悲鳴上げてしまいました。横のステゴミで、やってた。負けたらキスするよって言ってて、負けたじゃん。キスしてなかったですよね、多分。どういうことなんですか？ゲームコーナー終わって古谷さんが去るときに、さっきからずっと私の汗を拭いてくれる人がいたんですけど、気づきました。スンミンさんです。おかげでポケットがティッシュでパンパンです。スンミンさん、お水までくれてすごい優しい。でも飲めませんでした。ペットボトルにフィリックスって書いてあったんです。何その話？どういうこと？ペリちゃんのお水をあげてたってこと？すんちゃん優しいね。諦めて泣き始めたハンジソンも可愛かった。みんな漏れのが可愛かったです。何諦めたの？シナモン？多分リノは裏でしてそう。それは全然有言実行でよろしくお願いします。シナモンで
家には最後テレで男見せてました。どういうこと？男の子の子犬だもん、かっこ男っていうこと？土下座して許してくださいってシナモン諦めてました。シナモンができなくて泣いちゃったの？シナモンできなくて泣いちゃって土下座しちゃったの？愛嬌で心がすぐ折れるハンジソン好きすぎる。諦めるな。頑張れ。見せてくれよ、愛嬌。愛縁、シナモンの最後で筋肉してました。どういうこと？筋肉見せてたの？シナモンの最後で。逆にそれ面白いけどな。ハンができなくてリノ頑張ったと思う。ハンさんの分まで愛嬌してくれたんだ。旗揚げでスンミンがポガリを唐揚げですと言って挑発してポガリが動揺してました。スンミンは怒られて謝ってました。あ、そういうことか。ちょっとみんなさ、ちょっとズードに優しくしてあげようよ。ハンジソンはズードの絡みが最高でしたね。綱を引かずに応援する反抗家ですけど。あそこマジで壮絶な裏切りだったな。あそこマジで面白かった。なんかギャグとして完成度高かった。あとチャンビンのさ、古谷さんにこう、詰め寄るやつ。あれもめっちゃなんかギャグとして完成度高かったね。旗揚げゲームでハン国家が間違えた時にハンジソンが「おいお前しっかりしろ」って言ってました。その後ハンジソンが上げる旗に合わせて顔を動かしてました。かわいい。なんかハンジソン結構なんかゲームしてる時結構日本語喋ってくれてましたよね。ヒョンジンはクオッカにヒゲ作ってたアーティスト。やっぱ土曜日もヒゲ作られてたんだ。じゃあ全然ベルナでもやるんだろうな。クオッカがポンコツでハンがクオッカに向かってお前って言ってました。やっぱそういう間柄なんだ。そういう関係性なんだ。そういえばジェソンがリノ君を日本語で兄貴って言ってたの結構びっくりした記憶。日曜日？いつ？私全然記憶にないです、それ。リノ兄貴？リノニキ？ゲームで使ったニャンちゃんカチューシャを永遠につけてるハンジソンマジで可愛すぎた。あ、猫ちゃんのやつあったな。なんかメガネみたいなのかけてたよね。ハンがカラオケで中島美嘉さんのグラマラスカイを歌っててうますぎました。ヒョンジンのバウンディの東京フラッシュもよかった。ヒョンジンバウンディだったんだ。土曜日はピリちゃん、人参のカチューシャしてました。人参？なんかハンがさ、一回さ、日本語間違えた時可愛かったよね。2日目をさ、なんか深爪って言ってて何回もさ、復唱してんのめっちゃ可愛かった。そう、なんか綱引きもさ、なんか最初、ニャンニャンなっちゃちゃんでやるんかと思ったら、リノがさ、もうやったからって言って、家に代わってくれて、結果的にポチャクズの栄養が発生したので非常に良かったです。ありがとうリノ。ありがとうリノさん。アイアンさんの生あちあちを聞けてもうこの世に悔いないです。スンミンが触りに来てたのも気持ちが上がる。やっぱ揚げパンこねないといけないんだ。揚げパンこねないとやっぱやっていけないよね。ジェソン、リノ、綱引きの時にジェソンが兄貴本当に強いから的なことを言ってた。夢じゃないよ。あ、夢じゃなかった。リノニキ強いからね。つが言えなくてチュになるの可愛くて死ぬ。ひときわなってますよね。韓国の発音だとそうなるらしいけど、ひときわ彼になってますよね。それ顕著に出てますよね。家にの一生幸せにします。やばかったですね。本当に私そこの話しようと思ってたんだ。なんか好きずって宗教みたいだねみたいな話したと思うんですけど、私なんかその家なにさ、その一生幸せにするって言われた時になんかすごいそれ感じて救われる気持ちになったんですね。これ多分宗教だと思って、もうなんかあそこで私は泣きました。本当にありがとうございました。あとバンちゃんがマイクなしでやってた時も本当に私は泣きました。ありがとうございました。チャニのマイクなしで愛を叫んでくれるとこ泣きました。すいません、流れで同じこと言ってましたね、私。リノが愛してくれるなら責任取るけど、どうなっても知らねえよって言ってて飛びました。どういうツンデレなんですか？ヨーヨーの後、次のゲームに移るとき、アイアンさんがテコテコ歩きながら風船集めてたの普通に愛おしすぎて涙出た。天秤中常に涙目でした。泣かないで。ジニレットとパピムが喧嘩っ早いの面白かったです。軍手つけられなくてプラプラしてたのも可愛かった。あった。ジニレットのでかい手の先になんかふえってなってるゴム手袋みたいなやつ。なんか一瞬さ、なんかスンミンがチャンビンに怒られてなんかステージ上で追いかけっこしてるのめっちゃ可愛かったんですけど、あれなんで怒ったんだっけ？土曜日チャンビン対リノの綱引きでリノが負けてて粘ってたら赤いコーンを足でまたいで変な格好になったなんていうハプニングもありました。あ、それでなんか赤いコーンがなんか気をつけようみたいな話になってたんだ。チャンビン香水よほど気に入ったのかコーナー後にもちょくちょく夜中にいて歌ってました。カメラに Your Eyes を代わり番号にするやつ、リノさんが睨み聞かせててドスドスカメラに近づいてるところを長男に回収されてたの好きでした。あれあったじゃん、なんか質問コーナーとか、なんかスケジキからの暴露コーナーみたいなやつ。なんかあの時思ったんですよ、本当になんか、ヒョンジンの喋り方が本当に可愛いってなんかヒョンジンがさ、なんか言葉に詰まってさ、なんか、って言ってたのが、なんか、
赤ちゃんだと思って。ヒョンジンの髪型最高でしたね。わしヒョンジンの髪型すごい好きなんですけど、あとなんかその、質問コーナーの時にさ、ヒョンジンが、日本でめっちゃ食べてなんか豚になったみたいな話して、豚って言った後にソチャンビンを映す流れ、あれ非常に面白かったですね。カメラワークが非常に面白かったですね。その流れ受けて、もう大爆笑してるヒョンジンまで含めてもう、本当になんか可愛かった。コメント中、スンとビニが隣同士で話してることちょいちょいあって気になってました。何話してるんだろう。それはね、なんか、ずっとさ、ミソとポチャクズが並んでるところの定点カメラしてたから、やっぱあそこもさ、なんか2人互いになんかちょくちょく話してるんですよ。なんか、もう本当に何言ってんのか気になったよね。なんか特にさ、ポチャクズがさ、家にがさ、ずっとさ、腕出してるからさ、フェリックスがめっちゃ触りに来るんですよ。フェリックスがめっちゃ触りに来た後、なんか、フェリックスがアイエンになんか耳打ちしてて、なんて言ってたのあれ。本当にポチャクスの動向が気になりすぎて、もう夜しか眠れなくて。紙吹雪の中のヒョンジンが最高に綺麗でした。紙吹雪ってあれなんか、メンバーが射出してたやつ。私あれさ、めっちゃ前散ってたからさ、なんかカバンの中に1枚入ってますよ。これ。築地の質問コーナーで L のポーズ撮ってるの爆破されてるヒョンジン、照れてて可愛かったですね。可愛かった。イラスト付きなのありがたかった。あそこなんかやたら力入ってましたよね。しっかりとしたイラストで再現イラストまで用意されてたから。1日目、ピリチお団子だったけど、噂によると、リノくんがお団子ついてたらしいです。見たかった。そうなの？ヒョンジン、結んでなくて横向いて歌うから毛流れまで天才かよと思いました。結んでなかったんだ。なんか日曜日結んでたの私非常に好きでした。ゆるふは長髪のハンリソンが最高でした。そう。私なんか言ったじゃん。シーグリのやつ開封してる時かな。ハンリソン、ちょっと一回なんか髪の毛伸ばそうみたいな。一回髪の毛伸ばしてみないですかみたいなことを言ってたと思うんですけど、本当になんか伸ばしてくれた。本当にありがとうございます。家ナもそう。家ナも伸ばしてくれてありがとう。愛嬌を揃えるゲームで、ズーのお尻フリフリに本人たちが負けたの笑いました。あったね。家にお得意のほっぺつ見れてよかったね。なんかあそこはさ、すごいさ、もうなんか出来レースみたいだったけど、あそこ非常になんか出来レース感じたけど、でも可愛かった。私も紙吹雪の紙持って帰りました。そうなんか紙吹雪もなんかすっごいこっち入ってくるし、銀手もさ、なんか最善だからさ、なんかスタッフさんがさ、客席側にすっごいなんか送ってくるの。でも私ちょっとしか取れなかった。最後の挨拶の時、アイエンさん、ペリーのこと軽々と持ち上げてたのを見て、ポチャクズに感謝しました。そう。私あれも幻覚かと思ってさ、だって目の前でやってたんだもん。なんか、最後の挨拶だってセンターステージでやってくれてたから、ずっと家にの動向見てたらすっごいなんかどこ行くのって思ったらピリちゃんのこと持ち上げて、と思って、幻覚でした。あそこ非常に幻覚でした。タンクトップの家にノースリーブのベスト着せてあげるピリ可愛かったですね。露出度全然変わってなくて。イエンさんさ、一番最後の衣装かな、なんかニットの上着、あれの下もノースリーブで笑っちゃったもん。今回はもう常に腕を出していくスタイルなんだと思って。しかも結構なんか自分からさ、もうなんか露出させに行ってるじゃん。逆になんか肌隠れたら逆に出してくるじゃん。困りますよね。アイエンさん旗揚げ下手すぎて頭抱えました。それはわかる。もうだって、あそこマジで。私が家にの定点カメラしてたのもあるけど、家に絶対早々に間違えるだろうなと思って見てたもん。奥氏には次はもっと目を大きく作ってもらうねって言われてたの不憫で愛おしいです。言ってた。そのままで可愛いのに。てかなんか、ウルフちゃんもなんか似たようなこと言われてましたよね。目閉じてるからどうたらこうたらみたいな。最後のメントの時に挨拶するのを撮りたいって花道にカメラ設置しているジソンが忠告で可愛すぎたな。あった。あそこ可愛かった。アイエンさんの OOTD の撮り方は歩き回って撮ってなぜ100枚、7枚、3枚で絞るのもったいなさすぎますよね。100枚全部ください。スキズたちに泣かされるのは全然心構えしてたけど、ステイのチャラゴイッソ大合唱にも泣きました。そこみんなすごい良かった。やっぱり一番は運ですよね。運だけに。順番に見ていくか。全員集合が2枚かな。ポチャクスですね。可愛いですね。で、これ離婚危機さんですね。このスンミンの表情ちょっと面白すぎない？マジでショニビリさん。今回の写真、基本イチャついてるのちょっとどうにかしてほしいんですけど。あれ、ハンちゃんさん。これ可愛いよね。ハンリソンのこの顔。
なんでその顔キュッてなってんの可愛いよね。これバンちゃんね。多分こっから年齢順に。これね、食べっ子動物みたいなやつアピールしてるやつ。これ可愛いよね。なんか、唇がちょっとやや、アヒルってるの可愛い。いや、俺いいの。この目つき、最高だよね。チャニ燃えそうなんですよ。可愛いですね、これ。あざといですね。このリノくん、スケバンデカだよね。手袋がね。あ、これね。こっち特にスケバンデカだよね。なんかお前ら許さんぜよって感じだよね。世代的に知らないと思いますけど、そのリノさんどうしても必殺仕事人にしか見えないのに、スケバンデカ派閥と必殺仕事人派閥。突然、巨人便の時にリノが、ヒョンジンは俺のだよって言って、チャンピンの否定からのヒョンジン本人がそう言ってたもんって流れ可愛かった。奪い合ってるの？リノとチャンビンでヒョンジンのこと奪い合ってんの？これスケバンデカね。あ、これおひげのやつ。かわいいね。おひげのチャンビンかわいいね。あ、これ体育座り。ちょっと拗ねてる。これヒョンジンってかわいい。あざとい。わかってる。非常にわかってる。なんか小顔効果みたいな。かわいいね。なんかこのかっこいいけどかわいい系。非常にありがたいですね。で、ハンジソンさん。ちょっと差分の表情。かわいいよね。お口半開き。ピリちゃん。見てください。差し入れされてますよ。グミ差し出しエンジェルからのやや唇アピール。かわいいですね。かわいい。こっちかわいい系、こっちかっこいい系かな。スンちゃん。このスンちゃん面白いな。これスンちゃんね。そう、スンちゃんが1種類しかいないんですよ。あ、で、待って、家にも2枚しかないじゃん。めっちゃなんか家に引いてたつもりだったけど、家にもこっちの種類しかなかった。でも、かわいい。お口大きいから多分2人ともこのドーナツ一口でいけるんだろうな。フェームのアイエンパートのところで滑り台の上で決め顔する家にをこねくり回したい衝動に絡めました。チャニーのジャンプ力が半端なかった。あ、そう。私バンちゃんさんがすっごいジャンプしてるの目の前でやってて、一瞬なんか幻覚かと思ったもんね。そう、なんか最初そのバンちゃんの方見てなかったんですけど、なんかバンちゃんがすごいことしてるから、なんかそっちに目線やったらすごい飛んでてびっくりした。ペンミの話に戻るけど、マジで私スケチューに会いたかった。スーパーボールやってスケチュー出してほしかった。これ次回よろしくお願いします。公式さん、大好きの映像とか上げてくれてもいいんですよ。あったね、あれ。大好きもハンジソンさん失敗してましたよね。ちょっとやりきれてなかったよね。やり直しになってたよね。バンちゃんがさ、錦鯉のこと魚って言ってたの可愛かった。錦鯉のことをね、バンちゃんが魚ってて可愛かったっていう話をこの間、友達にしたんですけど、なんかバンちゃんが錦鯉と写真撮っててっていう話したら、芸人のって言われて、さすがのバンちゃんもなんかそこに交流はないかなと思って。あ、でもなんかさ、ソーシャルパスのステージやってる時とかで思ったけど、なんかステージやってる時になんかこう、じゃれ合ってるのが本当に可愛くて、本当になんかニコニコしながらやってるのが可愛かったなって思いました。おやすみんが聞きたかったな。でも2024年流行語大賞おやすみんだと思ってるんで、もうちょっとアピールしてほしかったな。あとなんかさ、TwitterX にはちょっと書いたんですけど、この間普通になんか平日に大阪の方に中心部に行く予定があったから、清瀬ら寄って、剥がし忘れたあれが残ってて、このトイワールドラリーってこれ多分だってスキズのやつですよね。で、この時になんかいろいろ日曜日あんまなんかマジ人多くてそんなに写真撮れてなかったから、板場越しの現地みたいな写真とか、市場とかも持って行って、友達にちょっと写真撮ってもらったんで、それもインスタに後であげますね。ペンミの時さ、京セラさ、なんか手形のなんか展示してたじゃないですか。イベントない日はあんまなんか見れない状態なのかなって思ったんですけど、この間平日に京セラ勝ち込みしに行った時全然見れて、見れるんじゃんと思って、なんだったらなんか、この間イベントの時より全然なんか人いないし、めっちゃ近くで、もう写真もゆっくり撮れるし、見れるんじゃんと思って、あんまり手形ゆっくり見えなかったっていう人は、平日とか何もイベントがない日に行ってみるのがいいのかもしれない。多分これが家になんですけど、家にですね。これで普通になんかゆっくり撮れたんで、なんか最初行った時マジ中に誰もいないから、やっぱこれ入れないんだって思ったら全然普通に扉開いてて、あ、入れると思って。おやすみ。おやじょにん。国士兄さんを映し出す、召喚することに成功しました。ありがとうございます。ちなみに掛け声小さいのにジニの二の腕で湧いてたよ。私昨日ライブで見て笑ったもん。なんかヒョンジンのさ、これなんかつぼっちゃった。ヒョンジンのさ、
タンクトップにさ、なんかレースみたいなのついてましたよね。私あれ気づいた時になんか面白くなって。なんであんなさ、わかるかわからないかぐらいのレースみたいなのついてたの？どういうことなんですか？衣装作った人どういう意図があったんですか？レースついてた。それレディースって思って見てた。絶対あれって後からつけてますよね。レースついてたついてた幻覚だったのかな？ヒョンジンのタンクトップレースついてましたよね。レース気づかなかったの？あれ？家になんか今日お腹出てたよね。昨日今日お腹出てたよね。今日はレースついてなかったけど、昨日も確実にレースついてた。そんな日替わりでレース変わってました？昨日と衣装一緒でしたよね。衣装一緒でしたよね。衣装だけに。私昨日からチョコパン買い漁ってる。見つかったんですか？ハンジソンのお気に入りのチョコパン見つかったんですか？今日古谷さんの DM に情報が寄せられてるって聞いて笑っちゃったもんね。なんかチョコバーが乗ってるって言ってさ。チョコバーが乗ってるって聞いて、私なんかエクレアなのかなって思ったけど、違うのかな？パンはパンなのかな？パンの正解のチョコパンなんだったんだろう？パン乗ってっちゃった。チョコパンに引っ張られてパン乗ってっちゃった。ごめんなさい、ハンさんですね。盗撮で思い出したけど、家にの盗撮中のやつめっちゃ可愛かった。逮捕してください。やっぱ通報されるしかないんだよな。家にはちょっと最終的に通報してもらうしかないよね。ピリちゃんめっちゃ桜の衣装。あ、そう、なんか桜ついてた。なんか日本のお土産みたいな、ジャパニーズスーベニアみたいな。ピリの桜のやつはなんか韓国のドメスティックブランドでしたね。日本のお土産じゃないんだ。前半の衣装もだって着寄せると違いますよね。私昨日セーラーカラーにつなぎのアイエンのビジュアル見てびっくりしたもん。なんでこんなに可愛いのと思って。家にちゃんつなぎめっちゃ可愛かった。マンネスはつなぎ似合うんで、そう。キムスンミンもつなぎ似合う。キムスンミン一番最後がつなぎだったのか。なんか今日ヒョンジンにさヒョンジンにつなぎの中めっちゃ見られてたけど大丈夫そう。フィリペンですが、つなぎセーラーの家にやられてしまいました。あれは本当に可愛かった。なんかスタジオアリス。昨日はあれだ。フォクシニーがめっちゃディスられてた。今日も多少ディスられてたけど、昨日なんか眉毛しかないよねみたいなこと言われてませんでしたっけ？隣の小学生が家に可愛いって叫んでましたよ。将来有望ですね。将来安泰ですね。昨日の家な目ですがマジで面白かった。可愛かった。そう、そこも大好き。目かっぴらいてアピールしてたのね。僕の目はこんなに大きいのに。大体ポチャクスで並んでてワイ関係。いや本当にそこは毎度のことながら感謝を述べたくて、なんか今日最後の方なんかポチャクスなんか肩組んだり近くにいててそもそもの並び順がそのミソポチャクスで割と固定されてるのが非常にそこありがたいんですけど、終盤なんかいつだっけ、なんかみんながそれぞれ挨拶してる時だとなんか結構ポチャクス一緒にねいてくれてよかった。リノが虫っつってなんか追い払ってたとこ以外でもさ、結構なんか画面内に結構ほわーって飛んでる虫とか映ってて、嫌だって思って。私それのせいか知らないんですけど、昨日の夜めっちゃ変な夢見て、なんかアリみたいな虫がめっちゃなんか飛んできて大量発生して、それを必死になんか駆除するみたいな夢見ちゃったもん。それぐらいなんか嫌だったもん。今回ハンとクオッカが目立ってた。クオッカも大概暴走してたけど、なんか昨日ポガリもだいぶひどかったな。昨日のポガリだいぶ攻撃的でしたよね。今日は虫に怯えるジソンと横分けのジソンが見られたので大変栄養価が高かったです。そう、髪型がさ、ハンジソンさん髪型がさ、昨日と今日で結構180度ぐらい変わってたから、最初見た時って思ったもんね。今日もふわふわハンジソンなのかと思ったら、なんかぴっしり分けてたからって思った。リノさんの虫ありがとうございます思い出しました。あそこのリノの瞬発力すごかったね。あそこのリノの瞬発力と叩いてかぶってじゃんけんぽんしてる時のポガリの瞬発力でなんか結構近いものがあった。昨日なんかすごいリノさんがさ、今日もちょっと面白かったけど、昨日のリノさん結構面白かった。ちょっと心配だったけど、なんかちょっと咳込んでたし、なんかラックの曲紹介の時ちょっと面白かったよね。なんかピリちゃん今日の髪型可愛かったし、ヒョンジンも可愛かった。なんかヒョンジン今日三つ編みしてましたよね。昨日のさ、なんかそのあやふやな記憶の中にさ、なんかピリちゃん一人称ピリちゃんになってる瞬間なかったでしたっけ？幻覚だったのかな。なんかピリちゃん一回自分のことピリちゃんって言ってなかった。なんかスンミンがスンちゃんって言ってたのを覚えてるんですよ。
それはなんか確かな記憶としてあるんですけど、じゃあもう一回自分のことピリちゃんって言ってなかったっけ？わかんない。幻覚かもしれない。あとなんかさ、メインビジュアルのさ、これの撮影の裏側の映像ずっとなんか合間で流れてたじゃないですか。あの時のピリちゃん本当にギャルでしかなくて、このピースギャルでしかなくて、ピリちゃん言ってた。言ってた。幻覚じゃなかった。昨日も今日も自分のことピリちゃんって言ってた。よかった。よかった。ピリちゃんが自分のことピリちゃんっていうのも、スンミンがスンちゃんっていうのも、家にがアキパンっていうのも、本当にありがとう。スンは自分のことワンワンって言ってた。ワンワンちゃん。昨日今日もずっとワンワンちゃんでしたよね。スンミンがさ、昨日も今日もさ、以上おやすみんでしたって言ってて、ありがたかったですね。2024年の流行語大賞、おやすみんなんで、昨日のバンちゃんも最高だったし、今日のバンちゃんもまたあれやってくれてて、マイク使わないで叫んでくれて本当にありがとうございました。昨日も今日もさ、なんか一番最後のポーズ意味わからんかったんだけど、あれ昨日だっけ、なんかバンちゃんがさ、なんかハート作ろうとしてさ、なんかあんまりみんな協力してくれてなかったの昨日だった。で今日はなんかみんなキメキメのポーズの中でなんかなぜかイーフィリックスさんだけグラビアアイドルみたいな、あれも意味わからんかったな。陰線根っこのさコーナーの時もさ、もうなんか昨日の韓国歌のあれにもう味しめちゃって、今日もうズーじゃなくてメンバーみんなで邪魔し合ってて、もうわけがわからなかった。家にがものすごい勢いでこっちに横切ってるやつすごい良かったです。あの辺の写真まとめてジップで欲しいですね。なんか国家がなんかするたびにさ、ハンジソンがさ、なんか口開けたまま呆然としてる姿がちゃんと写ってて、あれも含めて本当に可愛かったんですけど、国家やらかした時のハニちゃんの顔面白かったけど、あの顔が大好きです。ハンジソンのさ、今日のさ、ハムスターチャレンジめっちゃ良かったな。なんか途中まで結構なんか照れつつやってたけど、一番最後めっちゃはっちゃけてて可愛かったな。本当にありがとうございます。今日はパピームと鉄器の戦い可愛かったですね。パピーム強かった。なんかクルモンズ可愛かったな。クルモンズ可愛かったな。餃子の話、一緒に餃子食べようねって約束してたのに、チャンビンが先に食べちゃった。キム・スンミンなんかチャンビンに対してめっちゃなんか弟になるのが本当に好きで、めっちゃ弟属性をこうむき出しにしてるのがめっちゃ好きで、フォクシニーとウルフちゃんの目見えない対決面白かった。昨日は眉毛って言われてたし、本当にフォクシニーに対するさ、眉毛しかないよねっていうのなんか一番強いディスりだよな。家に2日とも質問の切り返しも良かったね。盗撮中ですよって。逮捕してくださいって。ヒョンジンさんが昨日に引き続き、今日もアイエンさんをもちもちした話は終わりましたか？私は一生引き継ぎます。昨日もさ、なんか一瞬さ、下から顎をコネコネしてたじゃん。今日はもうなんか、公にアギパンコネコネタイムが、アギパンコネコネタイム AKT が用意されてて、本当にありがとうございます。昨日スクワットサボるスンちゃんをチャンビンがこらってやらせてましたね。リノも地味にサボってましたよね。こねられるパン大好き。アギパンは本当に、アギパンこねられてアギパンになるので、ヒョンジンさんにはちょっと頑張っていただきたい。アギパンコネコネタイム定期的にスキズの現場に全部入れてほしいな。でもなんかヒョンジンがちゃんとメイクが綺麗だからあんまりやりすぎないようにみたいな、ちょっと気使ってて面白かった。今日の家にさんコメントで僕も男ですよムーブしててキュンでした。昨日リノヤさんも言ってましたよね。僕も26歳の男ですからみたいなセリフ言わされてましたよね。ちょっと面白かったな。今日も揚げパンが筋肉して叫んじゃった。今日ちゃんとあれ見れてよかったな。なんか噂に聞いてたわ。あれですよね。京セラの初日でやってたんですよね。なんだっけ、シナモロールチャレンジの時。シナモロールチャレンジしてたのってその京セラと昨日もやってましたっけ？あとポケモンダンスもやってたよな。25歳男スンミンです。男増えてたな。キム・スンミン男25歳みたいになってたな。今日の家にのコメント、僕も男です最高で無事に死亡。でも言ってたよね。だけどなんかアギバンになってたまには甘えてもいいですかって。いいに決まってるだろう。家にの家督ちゃんと読んで全部僕に聞かないでって話した時、香取慎吾じゃんって思ってたら X で同じ反応してる人がちらほらいて面白かった。香取くんもそういう立場だったんですか？シナモンチャレンジで全力愛嬌リノさんが素敵だった。あれ昨日だけなんかめっちゃ途中までノリノリだったのにさ、急になんか魔法になって声低いテンションでカメラからヘイロアウトしていくのめっちゃ面白かったんだけど、チョコパンと牛乳など赤ちゃんみたいなオーダーしたのばらされたジソンが23歳の男ですって言ってたのほんと好き。
全然赤ちゃんなんで。BGM 消えてないのにマイクなし生声チャンネルに今日もうるんできましたね。本当にありがとう、バンちゃん。なんかバンちゃんがさ、あれいつだっけ、なんか、チャンビンかな、チャンビンがさ、上着着ようとしてたのになんか、もたついてる時に後ろから去って着せてあげてて、と思って。親御さん前半のっていうかトークコーナーの時のさ、キム・スンミンのさ、大丈夫かなって思うぐらい足が見えてたからなんか半ズボンだし、なんかガバって座ってるから、上からこう毛布とかこう膝掛けをかけてあげた方がいいんじゃないかなって。バンちゃんの気遣いところどころに見れてよきでしたね。やっぱバンちゃんさんがいないとな。あとバンちゃんのシャツちゃんとあそこにも兄さんって書いてあるのよかったです。最後のコメントでピリさんが天使ピリちゃんを許してくれますかって聞いてて、めっちゃあざと女子でした。許されないわけがないんだよな。風船の風呂に大の字チャにもビニの上着を着せてあげるチャにも至近距離大好きチャレンジしたチャにもミロの後に本当に終わっていいのを醸し出して煽るチャにも全てに愛が止まらない。そういえばあの人風船の中で大の字になってたな。そうだ、ハニちゃんが天才じゃなかったら何なんですかって聞かれて、天使って言ってたの最後だった。昨日な、ヒョンジンちゃんも天使でスケズは天使しかいないのかとね。ヒョンジンもなんでさ、みんなさ、天才はさ、ちょっと謙遜するのにさ、なんで天使はあんな堂々と認めてるの？どういうことなんですか？ヒョンジンはジンレットがゲーム負けても優しいから天使。なんかずっと大丈夫だよって言ってたよね。可愛かったな。やっぱヒョンジンの日本語が可愛いんだよな。バンちゃん、ヒョンジンステージから降りてて、家にはタオル投げてたらしい。あ、それ映ってましたね。ヒョンジンみんなと普通にわーって手触れ合っててびっくりしたの。あ、いいんですかそんなって思って。よかったね、あそこにいた人たち。もう手洗えないよね。チャンビンも割と女児、なんか今日赤ちゃんになってましたよね、一回。今日なんかおぎゃおぎゃ言ってましたよね。今日味噌、昨日より今日の味噌やばくなかったですか？昨日も割と味噌ポイントあった気がするんですけど、なんか今日一瞬さ、味噌がさ、なんかひそひそ話してて、その後リノがなんかケラケラ笑ってて、あなたたちは何を話していたんですか？翻訳文みたいなことしか言えないけど、あなたたちは何を話していたんですか？あの時。今日は分かりやすい味噌ポイントが多かったね。でもさ、リノがさ、何のお尻が一番いいですかって言われた時さ、絶対ハンジソンだと思ったんですよ。絶対ハンジソンだと思ったんですよ。でもなんかヒョンジンに言ったから、と思って。でもヒョンジンがさ、なんかみんなからモテモテになってんのは非常に体にいいんだよな。なんか昨日さ、チャンビンがさ、めっちゃヒョンジンに言い寄っててさ、ヒョンジンがさ、下心ですよねってめっちゃ冷静に返してたの面白かった。バッサリ切るじゃんと思って。ハニのお尻は小さくてちょっと違ったのかな、知らんけど。でもツーキッズルームの時に一回お前が一番だみたいな、いろんな人の尻触ってきたけどお前が一番だみたいなこと一回言ってたのにさ、あの頃と変わっちゃったの。今日はリノくんに誰のお尻が一番かという質問があり、今全員触っていいですかとお触りタイムがありました。選ばれたのはヒョンジンでした。そうです。選ばれたのは綾鷹でした。ライブビューイングでご覧の皆さんの時にさ、ハンジソンがさ、右手にポップコーン、左手にペンライトっていう時に、私どうしてもさ、ピコ太郎のことを思い出しちゃって、PPAP のことを思い出しちゃって、ちょっと集中できなかったですよね。だって、右手にポップコーン、左手にペンライト合わせるしかないじゃん。スキズーのサイン会とチェキ会はいつですかね？触れ合いたい。やってほしい。ショッピングモールとかでやってほしいな。クオッカがヒョンジンにまつげ落書きされてたの笑った。昨日ですよね。あれもめっちゃ面白かったな。ハンクオッカに落書きするのは大抵スンミンとヒョンジンだって昨日見てて確認した。大体犯人その2人ですか？初日のヒゲもヒョンジンがやりだしたよね。天使は天才や。やっぱちょっとヒョンジンさんなんかアーティスティックな部分が抑えきれなかったんだろうな。ハンクオッカというキャンバス、そこに芸術を生み出したくなっちゃったんだろうな。なんか今日鉄器もさ、なんか前髪のところにさ、ハート2個ぐらい書かれてて可愛かったんですけど、見事に蓄えたヒゲ素晴らしいですね。なんかカールおじさんぐらいちゃんとありますね。これがうちわカバーでできるそうなので、興味のある人は、次回うちわカバーを買っていただいたらいいのかなと思います。そういうことですよね。ズーたちもビハインドみたいな、ズーたちがちょっとなんか楽屋で真面目にしてるところみたいな。表舞台だとあんなにはっちゃけてるけど、楽屋でしっかり綿密に打ち合わせしてるスケズーみたいな。家にがさ撮ってるとこ見た感じさ、めっちゃ近くなかったですか？ちゃんと映ってんのかなと思って、めっちゃなんかメンバーのここぐらいにカメラ持ってきてるからさ、
あれってちゃんと映ってんのかなと思って。心配になっちゃった。心配になっちゃったしさ、今日もさ、ターゲゲームでさ、早々に間違えてるアイゲンちょっと安心したな。なんか一回さ、つなぎのポケットにマイク戻したはいいけど、意外と浅くてなんか不安定だったから、去ってテーブルのとこに戻しに行ってたのちょっと面白かった。すんちゃんがカメラに向かって煙出る銃めっちゃニコってブワーってやったのライブでもみんな笑ってました。あそこよかった。なんかニコっていうか、なんかすごいなんかドヤ顔みたいな感じでさ、素敵な N みたいな感じでカメラに向かってさ発射するからさ、怖かったよね。ちょっと狂気感じたよな、あそこ。あれインセンネッコの時でしたっけ？なんかレーシングしてる時だっけ？どっちか忘れたけど、スンミンがさ、スンミンだけ目線どっか行っちゃってんの本当に解釈一致だったな。でもキム・スンミン目線合わない問題ここでも出るんだと思って。ハンジソンじゃがりこ味ごと1個ずつって書いてありませんでした？書いてあった。月々とのやりとりに書いてありました。味ごとに1個ずつってどういう大人買い？そんなに買って食べきれるお土産なのかな？じゃがりこ好きなんだね。ハンジソンじゃがりこ好きなんだね。あ、でも似合うかも。やっぱ月種類だからああいうの食べてるの似合うかも。今日のほっぺた素晴らしかったんですけど、実際に測ってみるって書いてあったのに、全然なんか実際に測ってはいませんでしたよね。ちゃんと測ってもらわないと困りますよね。ほっぺたの採寸ちゃんとした数値として出していただかないとちょっと困るので。リノさん、今日はプリン食べますって言ってたの可愛かったね。ベルーナにさ、画面向かって左のとこにずっとポチャッコの広告あるのと面白かった。あ、スンミンここにもおるって思って。野球少年のポチャッコ。あんなのスンミンの概念でしかないですよね。武蔵野銀行のキャラクターがポチャッコなんだよね。ポチャッコすげえ。ポチャッコレベルにもなるとマジで銀行とも携われるんだな。まあ、スンミンのお家にセンイルライブのポチャッコまだいるんかな。定期的に空気入ってんのかな。あ、そう、私がさ、結構前の配信でさ、すごいピジちゃんというかポガリに見えるみたいなサンリオの黄色いひよこのキャラが思い出せないみたいな話したの覚えてる方いるかどうかわからないんですけど、あれ後思い出してもう一回忘れたよね。なんだっけ、これです。これです。なんかピリちゃんみたいだなって思ったので、ボサニマルだそうです。ちょっとポガリの遠い親戚みたいなビジュアルしてる。皆さんちゃんとペンミのデジタルチケットもらいましたか？可愛いから忘れずに。デジタルチケット？入場の時にもらったハガキサイズのやつに QR コードがあるよ。あれみんなの立ち絵みんなの立ち絵とか言っちゃう。みんなの立ち絵が4人で両面に印刷されてるやつですよね。あれそんな QR コードとか載ってたんだ。ちょっと後で見てみます。あれはしっかり残してあるので。ちゃんと名前入りでダウンロードできるからぜひ。そうなんだ。では皆さん、おやすみ。おやすみ。